スダックが上昇しているのになぜビットコインは上昇できないのか。本日も K によるファンダメンタルズ分析とリンによるテクニカル分析で市場を考察します。Hello Crypto Assets Holders、 おはビット。このチャンネルは FX トレーダーのリンと実業家兼投資家の K によるテクニカル分析とファンダメンタルズ分析を徹底追求したこれまでにない最強の投資チャンネルを目指しています。ビットコインを中心に米株、ドル円なども分析。エンタメではなくガチで勝ちを目指すチャンネルです。ファイヤー、送り人、自由を目指す方、共に金融リテラシーを高めていきましょう。ハロークリプトアセッツホルダーズ、ウサビット K です。本日も重要ニュース、重要ファンダメンタルズについて分析をしていきます。後半パートではリンさんによるテクニカル分析を共有していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。ナスダックは史上最高値更新を継続しています。今月発表されている米 CPI、米雇用統計は減速しており、米国のインフレ鈍化、景気減速から市場の利下げ期待は上昇しています。今月発表される PCE、個人の消費を測る指標になりますが、こちらも減速すれば、さらなる利下げ期待とともに、利下げ実行までの間、ナスダックは年内ラストバブルが継続する可能性が高いと考えています。また、今月開催された FOMC では、メンバーが引き続き高橋姿勢を示し、年内利下げ予測は1回となっているものの、5月に決定した QT 減速の議論については変更なく、6月より実施されます。QT とは、量的引き締めのことで、QE、量的緩和の逆の動きとなります。とてもシンプルに説明すると、QE は、国債を買い入れて市場にマネーを供給することで、世の中に流通するマネーを増やす政策となりますが、QT は逆に FRB の持つ資産を売却し、市場に流通するマネーを引き上げる政策です。米国では、ハイパーインフレ抑制のために、利下げ実行とともに、現在 QT を実行しています。こちらのデータは、FRB の保有資産を示すものですが、ようやくかなり減少してきたことが確認できます。このデータが減少すると、市場マネー流通量も減少しているということになります。こちらのデータで一部上昇しているポイントがありますが、こちらは2023年3月に破綻したシルバーゲートバンクやシリコンバレーバンク破綻から米国が行った銀行救済の政策 BTFP 発足によるもので、いわゆるステルス QE と言われているもので、根底では QT をしつつ銀行救済のために QE も実行していたということになります。この頃ビットコインは QE の作用とセントラライズ不振によって大きな上昇を遂げていました。ビットコインの過去バブル期はコロナによる超 QE から起きています。このことからビットコインは QE に非常に敏感なアセットであるということがわかります。それではなぜナスダックが最高値を更新しているのにビットコインは上昇できないのでしょうか。こちらの議題について記事を読んでいきます。ビットコインは7日間で 6% 以上下落し、株式市場のハイテク株中心のナスダック総合指数との相関関係から外れた。テクノロジー株は FOMC 後も上昇を続けており、仮想通貨特有の要因がビットコインがナスダックに追いつくのを妨げている可能性を示している。分析会社クリプトクワントが追跡したデータによると、少なくとも1年間から2年間非アクティブな BTC の数は減少しており、ビットコイン価格が過去最高値付近で推移する中、保有者が利益を確定していることを示している。そして、ビットコインの価格が下落しているもう一つの理由は、マイナーによる売却の増加である可能性があるということです。ただし、この記事によると、売却は2年以内のホルダーであり、3年以上のホルダーは保有を継続しているとのこと。しかし、10月に返還されるマウントコックスの BTC は即座に売却される可能性があり、10月、11月は売り安に警戒が必要かもしれません。マウントコックスの債権者への返還は以前の動画でも共有しましたが、米国の利下げ実行とタイミングが被る可能性があり、それはナスダック下落の可能性も意味します。このチャンネルでは、10月は警戒すべきタイミングと現在は考えています。ビットコインについても、ナスダック同様に年内ラストバブルが来ると予測していましたが、ナスダックのみバブル継続中で、短期的にはビットコインはなかなか予測が難しい展開となっています。ただ、個人的には短期的にナスダックと相関が外れても、長期的には相関すると考えています。これまでのチャートからも明らかです。
そしてビットコインが長期的に上昇する可能性があると考えている理由の一つが世界的ドル離れで、こちらのデータは世界の資産シェア率です。簡単に言えば世界を席巻しているアセットがわかるわけですが、これを見ると明らかにドルのシェアが減少し、ゴールドのシェアが拡大しています。長い目で見ればドル一強時代から移行しつつあるのかもしれません。ビットコインは供給量に限りはあるものの、ドルからの転換として長期的にさらなる上昇余地があると考えています。このチャンネルでは仮想通貨チャンネルで一番深い内容を一番コンパクトにまとめて配信するチャンネルを目指しています。ここまでの動画が役に立ったと思ってくれた方はいいねをポチッと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。後半パートではより明確で詳細な数値をテクニカルの観点から共有してもらいます。それでは後半パート、リンに代わりテクニカル分析に移行します。日本国内で海外取引所を利用するならビットゲット一択で間違いありません。ビットゲットローンチプールやローンチパッドは BGB を保有しているだけでリスクなくコインをもらえますし、利益率が高いのでおすすめです。ビットゲットガバナンストークンであるその BGB 自体も非常に強く、1年で10倍になっています。また VIP ユーザーへの待遇も素晴らしく、様々なイベントへの招待があります。ぜひ私たちとイベントでお会いしましょう。ご興味のある方はぜひこの動画の概要欄にあるビットゲットリンクから登録してみてください。私の専用リンクから登録すると手数料が永久 30% オフになります。そして無料オンラインサロンもやっています。毎日のテクニカル分析やビットコインの買い場、投資ポートフォリオなどサロンメンバー限定に公開していますので、そちらもご興味のある方はこの動画の概要欄からご参加ください。おはビットリンです。今日は月曜日、週足確定しました。今週も皆さん共に頑張っていきましょう。それではテクニカルパートスタート。ビットコイン週足から見ていきます。週足は前週足をアウトサイドした陰線で確定しました。3週前の陽線安値、サポートラインの 66,300 ドルはギリギリ耐えている感じです。短期的にはナスダックと逆相関していて難しい環境が続いています。このサポートラインの 66,300 ドルは日足レベルでも非常に意識されている水平ラインとなります。日足だとやや割れているようにも見えますが、週足では耐えていますね。週足では急騰したポイントから1本トレンドラインが引けます。このトレンドラインは現在 63,800 ドルあたりまでサポートがあって、2度急上昇したポイントはいずれもこのトレンドラインにぶつかっています。前回までは目先上目線でしたが、短期目線は今週は下にシフトしています。この節目のトレンドラインにぶつかるまでは最低下を試しに来る可能性が高まっていそうです。現在は目先短期的には戻り売りがされやすい相場環境です。ただ基本線に変更はなく、まだ上優位です。63,800 ドルを試し、右肩上がりのダブルボトム形成からの上昇転換。これが理想パターンです。もし仮にこのトレンドラインを下抜けし、5万ドル台に突入したとしても、それは買い場と考えています。日足で見ても、この上昇ラインに 200EMA が下に構えています。ちょい時間軸をずらして、7月中旬あたりまでに決着がつきそうです。日足チャートで過去バブル崩壊までの期間を見てみると、1回目のてっぺんではざっくり1回、2回、3回のオールタイムハイを4回目の山では到達できず、計約80日ほどで暴落しています。2回目は1回、2回とオールタイムハイをし、3回目更新できずに暴落しています。こちらは約30日間です。では現在チャートを見てみます。今回オールタイムハイしたのがざっくり最初の1回だとします。次の山でオールタイムハイできず暴落予兆が出ていましたが、暴落には至らず持ち合いに発展し、現在もその持ち合いが継続しており、約100日間も経ちます。この6万ドル台から7万ドル台で100日間維持しているのはもちろん史上初となりますし、過去バブル時と比較しても明らかに買い支えが強いということがわかります。さらに何度も話す三尊暴落パターンを否定してきています。
上に行きたがっているように感じてしまいますよね。これだけオールタイムハイをできていないにもかかわらず、失速しないのは、今日解説あった7万ドル台の売りがいずれ解消されれば上に行く可能性が高いと考えるのは当然です。日足でこの長い持ち合いから形成された逆算ゾーン、やはり上抜けに期待です。より細かな短期分析や中長期買い場などについては無料オンラインサロンで毎日配信しています。ご興味のある方はこの動画の概要欄にある公式 LINE に登録し、案内メッセージの詳細をご確認の上、ご参加お待ちしています。いかがでしたでしょうか？参考になった、また見たいと思ってくれた方は、ぜひグッドボタンで応援よろしくお願いいたします。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。